はい、皆さんどうも。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬とあらゆる恐怖や不安と拭い去れない欲望と苦悩と共に寄り添っていく優しいチャンネル、ネガティブマンチャンネルへようこそということでね、さあ始まりました、ネガティブマンチャンネル。そう、私司会のネガティブマンです。ということでね、世界の最果てからお送りしていますこのチャンネル。今日はね、第10弾反出生主義は正しいということをね、強く訴えていきたいと思います。そうですね、そう正しいんですよ。まずね、この世界に子供を生み出そうとしているね、ろくでもない男女ね、まあでもしょうがないところもありますけれどもね、不妊治療をしているね人たちがいますね。何と言いましょうかね、不妊治療をしている女性が主導しているのか男性が主導しているのか知りませんけれどもね、まあこれは言ってはいけないのかな。正直なところそれは劣等感であると、コンプレックスであると、ちょのコンプレックスじゃないですよね。布袋寅泰、吉川晃司コンプレックスではないですよ。劣等感の方のね。そうなんですよ。子供を生み出すっていうね、夫婦だったり、またはね、結婚適齢期を大きく上回ってしまったカップルにおける子供を生み出そうとする、しかしできない不妊治療ね、はっきり申し上げて、それは劣等感に過ぎないんじゃないですかね。コンプレックスですよ、ね、埋めて当然みたいなね。多くの人はね、妊娠して当たり前みたいな、そういうね固定観念に縛られてね、この世にそう子供を生み出そうとする、そのね、何と言いましょうか、おぞましさ、悲しさ、悲劇と申しましょうかね。やめましょう、そういう劣等感にとらわれるのはもうよしましょう。反出生主義が正しいんですからね。子供がいなくてもいいんですね。人類は増えすぎたんですから。そうということを冒頭申し上げておきたいなと思います。劣等感に過ぎませんよ。みんなが持ってるから私も持ちたいってね。命は物じゃないんですからね。生まれてきてしまった後のね、後始末、その子の50年60年70年80年のね、それは苦しい道のり、いろんな苦悩ね、いじめ暴力、またその子自身がね、劣等感をもとに生まれてきて、またその子自身の人生においてね、またね、いろんな差別ね、コンプレックスを抱いてね、またいろいろな人たちと比較されて主観的な人生というものを遅れずまたね、苦悩していくというかわいそうなね人生にさらされるわけですよね。素晴らしい能力を持っているんならいざ知らずね、大抵無能で凡夫凡百、普通の人ですからね。いや、普通で収まればいいですけれどもね、そうじゃないケースが多々ありますんでね、不妊治療を考えていらっしゃる方が いたり、または知人にいたらね、ぜひとも反出生主義という優しいね、優しいぷよ
ぷよっとした優しいね、ぷよっとした優しい思想があるんだよと教えていただきたい。こう思います、ネガティブマンね。あとそうですね。なぜ反主性主義は正しいのかっていう問題とね、ちょっとずれますけれども、結局人類は本能的にですよ、もう増やしたくないフェーズ、局面に差し掛かってるんじゃないですか。どうですか。私はおじさんですけどね、あなたが子供の頃どうですか。世界人類は何億人でしたか。私の子供の頃は48億人とか言われてましたよ。もう80億を超えてますよ。ね、そろそろ2倍になる。48億人も人類がいますって言われてた時、いや人類多いね、これね、食料問題とかどうしたらいいんだろうなんてね、ささやかれてましたよ。エネルギー問題どうしたらいいんだろうな、ね、世界の指揮者たちはね、その時点で意外と悩んでましたよ。そうっていうことをね、考えてみてもよろしくないなと思いますよ。ユニバース25というね、ネズミを使った実験、まあね、ググっていただけると幸いですけれどもね、それにおいても結局ね、いろんな格差ができたりとかしてね、いろんな虐待が起きたりとかしてね、爆発的に増えたネズミたちは結局のところ滅ぶんですね。子供を作らない方向、フェーズ、局面に至って滅びるんですよ、最終的にあの実験は。人類ももう80億人になってですよ、私のようなね、あたおかな、人類を滅ぼそうというチャンネルを立ち上げる愚かな人類っていうものが生まれてきているのは決して偶然じゃないと思いますね。そういうこの反出生主義が正しいと思う人が増えてきているっていうこの現状を見てもね、そろそろ人類は滅亡に向かって人類を減らす方向にこう傾いてきてるんじゃないのかな、かように思います。ユニバース25の実験でもね、何度やっても爆発的に増えたネズミの数は減るんですね。最終的に滅びるんですね。最後の一匹になって滅びるんですよ。人類もそういうフェーズに入ってきてるんじゃないですかね。というね、それはありえますよ。でもさっき言い忘れましたけれどもね、子宝とかね、コンプレックスを抱いている夫婦はね、こう神様に祈ったりとかしてますよね。スピリチュアルね、因果応報とかね、なんか祈ったりして子宝をね授かるためにみたいな、スピリチュアルに騙されてはいけませんっていうのも一つ注意勧告しておきますけれども、どうなんでしょうね。スピリチュアルを信じているっていうのはどうなんでしょうね。おかしな話ですよね。みんな産んでるんだから私たちも欲しいっていうね、単なるコンプレックスっていうものを単なる劣等感で欲しがる、本質はそうだと思うんですよね。いくらきれい事を言ってもね、そこでスピリチュアルに頼るっていうことのなんていう浅ましさっていうんですかね、それを言い忘れたのでね、言っておきます。そうですね。あとやっぱり
反修正主義の正しさっていうものはやはりあれですよね。生まれてしまった子供たちの先天的な障害っていうものをね見逃してはいけない。もちろんね出生前診断でねやべえ感じの外耳だったらもうねとにかくもうね生まれてきては生まれさせないことがねお互いのウィンウィンのね結論としてまずね尊重されなければいけませんね。生まれてきてもその子がもうね苦しみますから。でもうどうしようもない生まれた後にほら自閉症とかあるじゃないですかね。自閉症、私の経験を言わせていただけると、自閉症、私も自閉症じゃないのかって濃厚な疑いがかけられましてね。3歳まで言葉を発しなかったと親は告白しているわけですよね。そう過去の動画でも言いましたけれども、相当この世界に生まれたくなかったんでしょうね。で納得いかないってムスッとしてねムスッとしてこうね悔しがってもううんざりしてたんでしょうね。だから言葉を話さなかったと思うんですよね。この世界を無視したかったんでしょうね。そうあれなんですよ。そのムスッとした言葉を発さない3歳児であったネガティブマン、これね意外とね本当っぽいのがですよ。私の知り合い大きく年下ですけど子供がね5人いる家庭がいるんですよ。あるんですね。昔からそいつのことを小学生ぐらいから知ってるんですけど、その男の子も女の子も知ってるんですけど小学生ぐらいからね 5人いてね反出生主義の知り合いが5人産んでるっていうね。世の中は皮肉でできていますから皆さん気をつけてください。それはいいとして、その中の子供がね一人女の子が自閉症の疑いがあると。で今自閉症の疑いがあると診断されるんですね。診断をさせてみたらなんかレベルがあるらしいんですよね。で何のレベルがそのレベルがどれだけやべえのかよく分かりませんけれども、まあ自閉症だと。で僕その女の子に会ったんですよね。そうまだねそれこそ2歳とか3歳なんですよ。で確かにね僕の3歳児の時のようにムスーっとしてるんですね。非常に不機嫌な感じでねムスーっとしてるんですよ。ムスーっとしてるけどまあ可愛いんですよ。可愛いんですね。ぽっちゃりしててね。そう僕はもうね豚さんとかね猫さんとかねぽっちゃりした可愛いモフモフな生き物に目がないですから可愛いんですけどねムスーっとしてるんですね。でそういうことなんだという話を聞いてねで思ったんですよね。私もこうやって今ねベラベラ喋る男になりましたけれども、その子だってねわからないわけですよね。そんな決めつけて自閉症だって決めつけていいのかっていう問題もね非常に疑問に思いましてね。それまだ言ってないんですけど今度会ったら言おうと思うんですけどね。私も濃厚な疑いがあったと。で私も幼少の頃非常に暴力的な少年でしてね。でもそれも治ったんですよ。で自閉症って調べてみると意外と言葉も発しないし暴力的らしいんですよね。なんかねそういう傾向の子供もいると。私は自閉症だったんじゃないかっていうね疑いが濃厚です。今もってね。そう話がずれましたけれどもまあそういうことがあるわけですよね。生まれてからの性格なんて分かんないじゃないですか。そう生まれてから分かる障害ねドキュンたちだってねそうですよね
こう暴力的だったり不良的な行動をとるねドキュンたち、これも男女関係なくいますね。私は本当に貧乏だったんで不良まではいきませんでしたけれどもね、ちょっとお金持ちの家に生まれてたら不良だったでしょうね。不良はお金がかかりますからね。貧乏で不良になるっていうのは相当なこう発達障害的な、まあみんなドキュンは発達障害ですけどね、間違いないですけど、パワー系の発達障害じゃないとね、なかなか貧乏に生まれても不良にはなりにくいですよ、ね、そんな余裕ないですからね、普通はね。またね話が脱線しましたけれど、そういうことを考えてもね、やっぱりね生まれさせてはいけないなっていうのは正しいんですよ。反出世主義は正しいんですね。どこまで行ってもね、どんな切り口から切ってもね正しいんですね。正しい。そうですね。あとは反出世主義、そうですね。あとやっぱり権利ですよね。権利。もう我々は生まれてしまったわけじゃないですか。生まれてしまったっていうことはね、これ安楽死と関係しちゃいますけれどもね、決して全く関係ないってことはないですよ。そう、権利、やっぱり非常なね、もう整形をしたってどうしようもないぐらいの肉体で生まれてしまった不幸な子供たちだったりとか、先ほども申したようにね、なんか自閉症だったり発達障害だったりパワー系のね外耳として生まれてしまったりとかして、でもねそういう子供たちもね私何人か接してきましたけど、結局ね結構ね本人はね悩んでるんですよ。苦しんでるんですよ。意外とね、外目からはわからないですけど意外と苦しんでるんですよ。その自分の障害っていうか、こうあたおかな部分に置いてね、性格的なところで苦しんでたりするんでね、もちろんねもう手の施しようのないね、なんて言うんでしょう、障害を持ったりね、またはこうルックス的にね恵まれないで生まれてきて、まあそれもね整形だってお金かかるわけですし、骨格とかね、例えば背の高さ低さとかね、足の短さとか長さとかもうどうしようもないですからね。やっぱりそういうことで苦しんでいる子どもたちの権利っていう問題をねやっぱり話していかないといけないなと思うんですよ。やっぱり18ぐらいになったらもう大人なんでね、一律に18ぐらいになったらどうですか、安楽死を選択する、この肉体で生きていたくないというね選択肢を設けるっていうことが大切なんじゃないのかな。そうね、デッド・オア・アライブ、デッド・オア・アライブっていう選択をね一度そこで選択させる権利を持たせてあげてもいいんじゃないですか。18ともなればね親から離れてもいいんですから、成人なわけでね、もう親の干渉みたいな馬鹿げた価値観じゃなくて自分のね考えで権利を行使できる年齢なわけですから、そこでね、そう生きるべきか死ぬべきか、ハムレットのようにね生きるべきか死ぬべきかの選択っていうものをさせてもいいんじゃないですか。反出生主義に反対する人たちはね、なんかそうね、そんなネガティブなことばっかり言うなみたいなこと言いますけれどもね、悩んでる本人にとってはね大きな問題なんですね。大問題なんですね。自分たちは
自分たちは普通に生まれてね、そう大して苦労もなく、ね、まともな気力と体力と精神力とね、そうまあまあ平均的なルックスで生まれてますけどもね。だから私たちは嫌な思いをしてないんだから、あなたたちもそうあるべき。俺は嫌な思いしてないからじゃないんだよっていうことですね。してないからじゃないんだよってことですよ。ね、もっとこう優しくね、そう不細工に生まれちゃったりとかね、頭悪く境界知能だってあるじゃないですかね。彼らは彼らなりに苦しんでいるわけですからね。私たちは嫌な思いしてないんだよっていう人たちはね、やっぱり理解が及ばないわけですからね。大きな口を挟むなと言いたいですね。俺は嫌な思いしてないから関係ねえんだよじゃないんだよってことですよね。関係ねえ、ね、俺は嫌な思いしてないからじゃないんだよってことですよね。そう引っ叩いてやりたいですね。ピンとね、往復ピンとダダッダダッダダッとね、ということも言っておかないといけないな、ね、そういう観点から言って権利を与えましょうね。大人になったら生きるべきか死ぬべきかって、そこで問題になってくるのがね、じゃあそこであたおかだけど外事だけど不細工だけど、でも生きたいっていうね、けなげな人間に対してどうするか、ね、もちろん僕は優生思想なんて認めませんからね。ちょっと認めたい気持ちはありますけどね。とにかくですよ、そういう人たちに対してね、お前なんか死んでしまえみたいなね、デスハラスメント、これをしっかりと禁止すればいいだけだと思いますね。前のね、過去の動画でも言ってるようにデスハラスメントがあるからね、安楽死はいけないんだみたいな意見は全然的外れない意見でね。そんなのね、今のまっちゃんの問題だったりね、吉本芸人の問題とかね、長渕の問題もそうですけど、そんなのパワハラデスハラパワハラセクハラはね、社会的にアウトだよっていうね、共通認識コンセンサスが取られている時代なんですから、もちろん死んでしまえなんてとかね、死ぬべきだみたいな圧力みたいなデスハラスメントはとんでもないっていうね、コンセンサスはもうね、そんなパワハラやセクハラより悪いですから、もちろんね、もちろん機能するんですよ。ですから安楽死を選ぶっていうことは何の問題もないんですね。デスハラスメントに対する規制もしっかりできるわけですから。今 SNS でね、誹謗中傷しただけでもね、死んでしまう、自殺してしまう人が増えてね、良くないって言われてね、死に追い込むような中傷はもうろくでもないっていう世の中なんですから、死んでしまえなんていうデスハラスメントがね、規制されないわけがないのでね、安心してくださいね。安楽死や反出生主義に反対する人たちはね、安心してくださいよ。子供が大人になったらね、自分の人生を決する決意をして、生きたい人は生きればいいんですよね。僕だってね、こんなろくでもない人生なのに生きざるを得ずにね、嫌な労働してるわけですから、生きたい人は生きればいいんですよ。僕は生きたくはないですけれどもね、安楽死制度がないからいやいや生きてるだけですけど、っていうこともね、言っておきたいね。反出生主義は正しいということでね、
あとはね、反主制主義が正しい理由のね、もういくらでもね、反出生主義とか労働反対とかね、三日三晩話ができますけれどもね、そう問題はあれですよ。やっぱりこの世界は戦争とか殺人とかレイプとかね、流行り病病気ね、さまざまなね、恐ろしい地震、雷、火事、親父、天災、ね、津波、もういろいろなことに満ち満ちているわけですよ。ね、そうアホなやつはね、山で遭難する可能性があるのに山に登ったりしますからね。アホですよね。遭難しないためにはみたいな動画を見てたら本当はアホらしくなってきますね。山に入らなきゃいいじゃないですか。ね。遭難したくないなら山に登らなければいいんですよ。アホかっていう話ですよね。それと同じようにね。それと同じようにですよ。ね。生まれなきゃいいんですよ。ね。生まれなきゃ遭難とかね。こう、地震で倒壊した建物に閉じ込められたり、ぺしゃんこになったりとかね。病気になって痛い思いをしたりとかね。あと怪我もありますよね。ポキッとね。あと暴力を振るわれての怪我もあるしね。そうなんか交通事故による怪我もあるし、もう怪我も最悪じゃないですか。もうね。そういろんな嫌な人間に会う苦しみだったりとかね。そういうの全部この世界に生まれなきゃいいだけの話ですからね。だから生まれさせちゃいけないんじゃないですか。苦痛に満ちてるんですからね。人生皆これ皆苦ってね、お釈迦様も言ってますよ。ね。人生皆苦、ね、人生これ皆皆苦なわけですからね。そのくせね、そうやってお釈迦様の教えをネタにね、そうスポーツカーに乗ってみたりね、あれですよ。そう肉を食べ妻や子をなしているね、大乗仏教の連中はみんなね、滅んだらいいと思いますね。まあそれはね、脱線しましたけれども、要するにそういうことですよ。さまざまな殺人鬼だったりとかね、さまざまな戦争だったり紛争だったり差別だったりが、そういうろくでもないことをする人間がいっぱいいるようなね、こんな世界に生まれさすっていうのはおかしくないですかね。そういう連中に殺されたり差別を受けて嫌な気持ちになったり、またはね、煽られて喧嘩をせざるを得ないみたいな、そういう可能性がある限りね、そういう世界に子供を生まれさせたり連れて行っていいんですかってことですよ。いいわけないんですよ。ところが反対する人たちはね、反出生主義を反対する人たちは、いやいやその子供たちも幸せになる可能性があるじゃないかとね。何か才能を開花させたりとかね、気持ちいいセックスをしてみたりとかね、こう楽しい旅行に行ったりとかね、友達と楽しく遊んでみたりとか、そう社会的地位を得て皆から尊敬されたりとかね、幸せなみたいなね、幸せな可能性があるじゃないか。幸せになる可能性がね、安心安全で暮らせる可能性もあるだろうって言うんですけれども、いやおとぎ話ですね。そういうね、おとぎ話ね、メリーゴーランドなね、アリスインザワールドみたいな、そういうのやめましょうよね。そう
そんな人生が送れるのは80億人で1億人ぐらいじゃないですか、それ。可能性としてね。1億もいないんじゃないですかね。とても特別な人たちですよ。大抵の人たちはね、そこそこ金持ちな家に生まれたっていろんなコンプレックスを持ったり、そう金持ちだってね、いろんなね、外事的なあたおかなね、肉体や頭を持って生まれてきたりとかしてね、または金持ちだってね、刺される可能性だったり暴力にあったりね、金持ちの家庭だってね、みんなが仲いいわけでもないわけですから。そうやっぱりね、山で遭難したくなければ山に登らないことね、それが全ての解決法であるようにね、そう何もこんなね、ろくでもない世界に生まれる必要はないんですからね。やっぱり反出生主義はどこまで行っても正しいな、どんな角度から切っても正しくてね、嫌になってきますけれどもね。ということでね、また反出生主義の正しさが証明されてしまいましたね。火を見るより明らかとはまさにこのこと。ということでね、そう人類が一日も早く滅びますように、ネガティブマンでした。